にちは、金子でございます。ということで、今日なんですけども、とある企業様から素敵なものをいただきました。それがこちら。ミツカンさんが新しく販売された高級寿司酢。こちらいただきました。赤と白両方いただきました。僕の動画にもよく出てきますよね。ミツカンのお酢。ミツカンさんはですね、実は僕の地元の企業なんですよ。で、ミツカンさんのお酢僕大好きなんですけど、すごいの出しましたね、ミツカンさん。鴨しび仕立て。で、こちらが米酢の方ですね。白菊仕立てとなっております。赤と白の違いは、まだ後で酢飯作る時に説明するんですけど、酒粕でできたものが赤酢ですよと。米でできたものがこの白、米酢ですよということですね。なので今日はこの素晴らしい寿司酢いただきましたので、こちらで僕が思う理想の寿司料理を作っていきたいと思います。僕もね、結構お寿司は上達してきました。まだまだね、そのお店を出せたりするレベルかって言ったらっていうところはあるかもしれませんけど、だいぶ上手くなりました。かれこれ半年から1年ぐらいお寿司のことを本腰入れて勉強しますんで、その集大成を今日見せようかなと思いますよ。やるよ。ほいで、寿司今日握って食べるわけではありません。この回らないお寿司みたいな高級なお寿司っていうのはですね、仕込みっていうのがすごく時間がかかるんです。もう物によっては1週間前から仕込む食材もあったりするぐらい、そのぐらい仕込みが大事になってくるんですよ。なので今回、2日後にお寿司食べたいと思います。なので2日前の仕込みとなっています。買ってきた魚がですね、じゃん、こちらになります。結構買っちゃったな。まずこちら、豆鯛ですね。これいろんな名前があります。もちうおとかイボ鯛とかしずとかね、しずっていうかな、一般的に。この魚は絶対必要。小花ですね。新個ぐらい高かったです。出てきましたね。スミイカ2杯あったんで買ってきました。マサバ、これもちょっとね使うかわかんないんですけど、おろしてみましょう。物が良かったらしめ鯖にして使っていきたいと思います。でこれキンキですね。でこれマダイ、金鯛さんの特級マダイですね。でボタンエビと筋子あったんで1本買ってきました。でこちらマグロですね。カナダの天然本マグロですね。でしじみ、これもお味噌汁にしようかなと思いまして、でこれちょっと水につけてあります。これね、しじみって水につけとくと意外とね、なんで糞なんですかね、これなんか茶色いのいっぱい出てくるんですよね。なので僕は必ずここでしじみはスーパーで買ってきたものも市場で買ってきたものも1時間ぐらいこうやって水の中につけます。水と少しだけお塩入れます。ほんとに少しだけ。そうするとね、よく出してくれます。であんまり長いことしじみ水につけておくと死んじゃいますんで、もう1時間ぐらいでいいと思います。で僕はこれ一度きれいに洗って冷凍しちゃいます。だから冷凍すると栄養素もいっぱい出るって聞いたことあるんで、一回冷凍するようにしてますね。でお寿司はこの仕込みが最高に楽しいんですよ。じゃあまず一個一個仕込みしていきましょうか。マグロはこのまま寝かしておきます。じゃあまずサバいきますか。すげえ気になる。サバはね難しいんですね。今からどんどんマサバ良くなってきますんでね、今の時期はゴマサバの方が当たりが多いのかな。どうなんだろう。でも良さそうっちゃ良さそうだな。内臓はこんな感じ。油ありますね。ちょっとおろしてみますね。背中に1本できるだけ一立ちで、立ち数少なく締めちゃうか。そんなめちゃめちゃ油乗ってなくてもしめ鯖っていうのはね、サバの香りとかを味わいたいので、でも気持ちもう少しだけ乗ってたら最高だったなっていう感じ。骨を抜いていきます。はい、骨が抜けましたらざるにお塩、身の方を上にしてさーっとお塩を振っていきます。そしたらこちら冷蔵庫で2時間ほど入れておきます。で次、青物つながりで小肌ですね。僕の大好きな小肌。はい、そしたら開いていきます。ここから包丁を入れて背中に貫通しないように尻尾までいきます。で開く。で反転させてこちらから包丁をスッと通して背骨を取る。でこの状態になったら腹骨をすいて腹骨を取っていきます。こうですね。この背びれの骨がありますので、ここを浮かして折り曲げてここをカット。はい、この状態にします。そしたら先ほどと一緒、木の猿に軽くお塩を打って、どうなんだろう、こっち側でいいのかな。皮目にしてみましょう。今日は小肌は本当に難しいんですよ。塩打ちます。この塩加減も大事なんですよね。よし OK、 こんなもんで、小肌はこれ冷蔵庫で30分ぐらい寝かします。次、しずちゃん。これもね、酢締めにするとすごく美味しいお魚。大体しずっていうとね、煮付けとか塩焼きのイメージなんですけど、これの酢締めがね最高に美味しい。はい、そしたら3枚におろしていきます。この豆鯛は本おろしにすると身が残りにくいので、こうちっちゃくても本おろしで、ちょっと難しいんですけどね、骨が柔らかくて。
ういう感じでちょっと小さいんですけど、ちゃんとお腹背中に入れて丁寧に下ろしてあげると。はい、3枚に下ろせましたら腹骨をすいていきます。チーズはちょっとぬめりがあるので塩を打つんじゃなくて塩水につけて洗いつつ塩を入れていきます。汚れが出たら一度これ捨てます。で新しい塩水作ってここに入れて冷蔵庫でこちらも小肌と一緒の時間つけていきます。こちらいきましょう。ボタンエビですね。ボタンは剥いちゃいます。僕の大好きなボタンエビの昆布締め、あれ作っていきます。殻だけ外しちゃいまして、でここに塩水を作って塩水にくぐらせて洗っていきます。ちょっと塩水にかぶした方がエビのえぐみが取れる気がして、えぐみ取れるんですけど、このエビって赤いところにうまみがあるとも言われてるんですよね。甘エビとかもそうですよ。あんまり赤いところ取りすぎてもうまみがなくなっちゃいます。はい、そして昆布を日本酒でふきふきと、昆布です。でエビを軽く拭いて昆布の上に乗せていきます。ボタンエビね、この食べ方僕大好きなんですよね。よし、そしたらこれを真空パックに入れてこんな感じにしておきました。これで冷蔵庫で2日寝かします。はい、そしたら次はキンキもね、どうだろう、これ油はありそうだったんですけど、鮮度的に微妙だったらやめておきます。さあどうだ。お、めちゃくちゃ物がいい。肝はちょっと食べれないかなって感じですね。でもやっぱ釣り物だと持ちがいいんですよね。これはグリーンパーチ巻いて冷蔵庫で保管しておきます。で魚つながりでマダイ、鱗を取っていきます。マダイも本当に個体差がありますからね。同じサイズでもクオリティがいいものと悪いものでは値段10倍ぐらい違う時あります。本当にいいものはね、100枚の中から1匹とかそういうレベルなんですよ。だからこそ釣りってロマンがありますよね。釣りだったら釣り場とあと確率、あと時期、ここだけしっかりすればいいマダイがタダで手に入るかもしれないですからね。厳密に言うと釣り具とか船代はかかるかもしれないですけど、釣りってだからいいんですよ。お魚屋さんじゃ買えないものが釣れるかもっていうね。どうですか、ちょっと釣りしたくなりません？釣りはね、いい趣味ですよ。はい、鱗がきれいに取れました。1枚もありません。そしたらマダイ、エラ抜いていきます。カブトはカブト煮にしたいですね。エラは顎側の付け根を1回切る。で膜を1回切る。でこの目玉側の付け根もここでこう外すと。そうするとエラがグラグラした状態になります。そしたら魚を立てて包丁を刺してエラを巻き込んでグリッと包丁でエラを抜くと。僕はこの抜き方が好きですね。はい、そしたら頭を落としていきます。でこっち側、苦玉潰しやすいので慎重に。目利き痛いですね。でこのタイの目利きってね、難しいんですよ。このタイも一見そんなに見た感じパンパンに太ってるなっていう感じじゃないじゃないですか。でもちゃんとこう脂はあるんですよね。本当に目利きはね、難しいですよ。はい、そしたらきれいにふきふきと。そしたらグリーンパーチで包んで袋に入れて、はい、こんな感じに密閉できました。これマダイ、キンキ、そしてマダイの頭ですね。そしたらマダイは冷蔵庫で保管します。でキンキは氷水の中で保管します。マダイは冷やしすぎると身がポソポソになっちゃいますんで、これは冷蔵庫で冷やしますね。お次、もうこれで終わっちゃうのか。寂しいな。炭か。もう延々とやってたいんだよね、この作業。で甲を抜いたらまっすぐ包丁を入れまして、でゲソを抜きまして、でこの炭袋、これを潰すと大変なことになる。これもうこれやばいですよ。これ炭の濃度が半端じゃないんですよ。こんだけ今垂れてますよね。ここに水をかけるともうずーっと黒いんですよ。ずっとほら、すごないですか。まな板真っ黒月経です。奥さんブチギレ案件です。こすってもこすってもこれずーっと黒い。はい、この状態になりましたら皮をめくっちゃいます。ギュッと。ちょっとこれ切れちゃいましたけどね。はい、こんな感じ。はい、そしたら水気をしっかり取って成形していきます。炭からこのぼっちがあるんですけど、ぼっちから落とします。こっちから下はお寿司には向いてないので焼きとかにして食べます。両サイドのヒレヒレ、ここを外します。ここを外さないと薄皮がきれいにめくれないんですよ。で見た目も悪いですし、そしたら食べる直前に薄皮をめくります。はい、そしたら
小肌がいい感じかもしれません。そしたらお水の中に入れてお塩を洗っていきます。そしたら水気を切って水気を拭き取ります。さあ、そしたらこちらを酢につけていくんですけど、ちょっとこれでつけてみますか。すし酢ちょっといただいてみます。と言いましても、僕これ正直1回いただきました。で、ものすごく良かったんで紹介させてくださいといった感じです。これがね、うまいんですよね。まず赤酢の方から。うわ、うまっ。一般的に売られてるすし酢っていうのはほぼ甘いものが主流なんですけど、もうこれは甘さは控えめ、キリッとした本当に本格的のカウンター寿司の本当に1人コースで何万円もするようなお寿司屋さん、そういうところで使われてるすし酢って感じですね。すげえうまい。甘すぎないってことは、こういう筋目で使うとか、こういう使い方もできるんですよね。米の方もこっちもこっちでね、うまいんだよな。これミックスしてつけたらいい。50、50の 100cc でいきましょう。赤酢と米酢のハーフ&ハーフ。小肌をつけていくと。つけ時間はそうだな、10分ってとこですかね、この大きさは。でしずも同じように50、50でつけていきます。でしずの方はだいたい1時間つけますか。油もあって身も分厚いので。でサバもね、意外と1時間ぐらい経ったんですけど、いい感じなので揚げちゃいますね。水で軽く洗います。で水気をしっかり取ります。でアニサキスとか心配な方は一度ここで冷凍することをお勧めします。酢につけてから冷凍でもいいんですけどね、どのみち、大事なのは一度冷凍をかますってことですね。ただね、冷凍しちゃうと、どうしても味劣化しちゃうんですよね。そういう時はこうやってしっかり目視してアニサキスはいないか確認。今アニサキス発見用のこういうブラックライトとかあるんで、そういったものも使いながらアニサキス対策してもよろしいのかなと思います。これは僕の動画でよう言いますけど、魚を生で食べるってことはやっぱりそれなりのリスクはつきものです。なので僕は冷凍は今日はしません。さあ、そしたらしめ鯖ですね。これもせっかくなんでミツカンさんのこの特級のこれでつけましょうか。これじゃなくてもいいんですけど、正直この使い方かなりリッチな使い方してます。でも絶対うまいんですよ。すし酢でもうまいんですけど、これつけてももう分かる、美味しいんです。これは白菊でいきましょう。白菊単品で上手に配合してあるミツカンさんで、僕ここに少しね、生姜これを刻んで入れる。この食べ方すごく好きです。はい、そしたらこうやってペーパーをかぶせれば少ない酢でもまんべんなくつけることができますと。よし、そしたら時間通りになったら酢から上げて酢をしっかり拭いて2日間熟成させたいと思います。よし、ひとまず2日前の仕込みは終わりですね。あとは当日市場に行って新鮮なネタを買っていきたいと思います。では2日後の市場シーンへどうぞ。はい、市場に来ましたよ。鮮度重視のネタを買いたいなと。早速ありましたね。まずキス、これは絶対美味しかった。ここの店好き。エビがあったな。だす。こっちもらおうかな。ほら、これ天然の車エビ。天然はね、ちょっと白っぽいというかね、尻尾がとても鮮やかですね。養殖はね、少し黒っぽい見た目です。うまそうですね。金谷さん、本ミル持ってる。あります？ 2 個ばかで申し訳ないけど。やった、あった。最高だ。よかった。よし、じゃあこれ買ってスタジオに帰りたいと思います。それじゃあ近くまで。ただいま帰ってきました。こちらですね。マグロは2日前に買ったやつで、今日買ったのがまずエビですね。車エビ、それと本ミル貝で池味ですね。でキンキもなんか良さそうなのあったんで買ってきました。赤貝も1個だけありましたんで、これも買ってきました。物がいいかどうかはちょっと分かんないですけど、見てみましょう。キスですね。これが欲しかったんですよ。朝釣りに行ってきてもよかったんですけど、海吹いてましたんで市場で買ってきました。で買いたかったのはキス、エビ、本ミル、ここ3つ買いたかったです。ここはおまけみたいなもんですね。よし、じゃあ仕込んでいきましょうか。そしたら魚をおろす前にお米の処理をしていきましょう。お寿司においてこの米の炊き方ってめっちゃくちゃ重要なんですよね。僕もここ1年ぐらい酢飯をどうだろう、30回ぐらい炊きましたかね。これ今日めっちゃうまいっていう日は5日しかなかったですね。大体炊き方は自分の中で固まりました。まだ変わると思うんですけど、今のところ完成している炊き方やりますね。まず今日は3合炊きます。ざるに3合入れます。もうお米は今日は魚沼産のコシヒカリ
お寿司屋さんによっては笹錦使うとかあったりだとか、コシヒカリと笹錦混ぜたりするんですけど、まだちょっとその領域には達せれてないなと。僕はコシヒカリオンリーでやってます。これを流水で流していくと、溜め水で洗うんじゃなくて、こうやって流水で米ぬかを流しながら優しく洗っていきます。はい、ある程度洗えたらもう OK で、水気を切って、でボウルにセットして、冷たいお水、水道水以外の自分の好きな水を入れます。僕はこれは浄水器の水をブルーボトルで冷やしたものです。お米が全体的に浸るぐらい、結構ねお水吸いますんで、この状態で20分お米に水を吸わせます。その間にお魚さばいていきましょう。まずはキスからですね。さばく工程が結構多いので、パッパッとやっていきますね。ではまず鱗取っていきます。頭を落とす、内臓を出す、そしたらおろしていきます。大名おろしじゃなくて本おろしで。ものがいいですね。キスはね鮮度がいい方が美味しいので、あえて寝かさずに当日買いに行きました。本当は釣れたてでやるとねもっと良かったと思うんですよ。今ちょうどキスめちゃくちゃ釣れてますから、出てもよかったんですけどね、船朝一で。それはまた次の機会にしましょう。で腹骨をすきます。血合い骨も丁寧に抜きます。このぐらいのサイズになると少しね骨が当たりますので、ここまでやると完璧で、今日は皮引きません。少し塩締めして皮にさっとお湯をかけて湯引きみたいな感じで握っていこうかなと思います。キスは皮目がとても美味しいです。なので鮮度がいい美味しいキスは皮も一緒に食べちゃいたい。軽く塩で、その上にキスを乗っけます。で身の方にもお塩、ほんとうっすらと。これ10分置きます。時間との戦いですね。では本ミルいきましょうか。僕の大好きな寿司ネタ。まずは貝柱を外すと、そしたら内臓を外します。このね本ミル貝の内臓、串焼きにして食べたらめっちゃ美味しかった。お寿司屋さんで出てきたんですけど絶品でしたね。ここはねお刺身にするんじゃなくて、ちょっと焼き料理にするとめっちゃうまい。ここは取っておきますね。でお寿司に使うところはこの水管のところですね。ミル貝の皮は剥きにくいです。白ミルみたいにビロッとはいきません。これ湯通ししても綺麗に剥けるかといったら剥けませんので、生の状態でこうやってスプーンで優しい力でカリカリしてあげるのが正解。あんまり強くカリカリやっちゃうと身が削れちゃいますんで、ここの力加減すごく難しいですね。ほらこうやって削れちゃうんですよ。これやっちゃいましたね。このような形ですね。そんなこんなでキスがいい感じなので、軽く氷水で洗います。で水気を切る。そしたらここに熱湯をさーっとかけます。でかけた瞬間に氷水で水気を取って、はい、これでキスの仕込みの完成。でちょっとね赤貝さばいてみたんですけど、ちょっとこれ見てください。やっぱ痩せてますね、今の時期は。夏場はね難しいんですよ、赤貝。やめましょう。アジもね鮮度はいいんですけど、どうでしょう。今回はもうガチですから、素材に一切の抜け目なく超こだわってやりたいので厳しい目でいきますよ。みつかんさんの美味しいお酢で最高のお寿司を作るんだ。アジもまあいい感じですね。てかアジがすごく少なくて、この地物の池味が、寝かせた甘みのあるアジもうまいんですけど、池味がねうまいんですよね。夏から秋にかけてアジ最高に美味しいのでね、この時期いいアジが市場にあったら僕は買っちゃいますね。三枚おろし、腹骨を取ります。で池味は骨抜くの難しいんですよね。抜けなかったら V 字カットでもよかったんですけど、抜けるんで抜いちゃいましょう。で少し塩を打っときます。でこれで10分ほど置きます。そしたらお米がいい感じに水を吸って真っ白になりましたので、水から上げて、この段階で水をある程度切ります。そしたら冷蔵庫で20分ほど、つけた時間と同じ時間水切りをしていきます。ちょっとこうやってね傾けてあげた方が面積が狭くなるんで、水の落ちが良くなりますね。これで置いときます。次エビですね。エビはまずは背わたを抜いちゃいます。そしたら今日せっかく池のいいエビなので、完璧に湯がいちゃうんじゃなくて、ちょっとレアめでいきたいなと。串を打っていきます。はい、こんな感じ。そしたらお湯に日本酒少し入れて、お塩も入れます。でお湯の中に車エビを入れます。3秒いきます。1、2、3、もうちょっとかな、4ぐらい。 OK、 ここはい OK、 終わりで水、このぐらいの色ですね。そしたら剥いていきます。頭を落として
殻を剥いて、池の状態だと剥きにくいんですけど、ちょっと湯がくと殻の表面に火が入りましたから、簡単に剥けれます。ピロッと。これはね、うまいよ。で、腹側から開いて、皮一で止める。はい、これ OK。で、本ミル。この剥いた本ミルも紐を切って、で、これ半分に切っちゃいます。これで1貫ですね。ちょっとこれだと大きいので、ここら辺少し切ります。水管のとこだけですね。ここでうまいんですけどね。で、本ミルもほんの少しだけ湯引きます。そうすると本ミルのなんだろうな、このちょっと貝臭さみたいなものが飛びますんでね。でもあんまり火通しすぎちゃうと湯だって感じになって美味しさ半減しちゃいますんで、もうほんとこれ絶妙な火入れが大事なんですよね。2秒いきますよ。1、2、OK。で、氷水の中で軽く洗います。これをすると本ミルはぐんとうまくなる。ちょっと尺がやばいな、長いですね。まだね、昨日仕込んだのもありますので、どうしよう。横でマネージャーさんがチラチラこう見てます。チラチラ。尺長ないの目だね。そうでしょう。はい、コクンとしました。アジもいい感じなので、水分取ります。皮も引いてしまいます。はい、アジめくれました。ちょっと急ぎ目でやりますね。お米いい感じですので3合入れて、でお米がかなり水吸ってますので、規定分量で炊いちゃうと結構柔らかめのお米になってしまいます。なので今日3合炊きだったら水の分量は3合の手前ですね、 2.7 から8ぐらい。これすっごい大事なんですよ、この水の分量っていうのが。いいですね。全体的にひたっとなるぐらい。これが正解かもわかんないですけど、僕はこうやって炊いてます。で少し昆布を刺しておきます。で日本酒も大さじ1入れます。これで炊くと成功しやすい。これが僕の今のところの炊き方ですね。また変わるかもしれませんけど。では昨日仕込んだものと今日仕込んだもの、ネタケースに移していきたいと思います。巨大ネタケースでいきますよ。せーの。はい、こんな感じですね。合計12品目ですね。いい感じじゃないですか。そしたらご飯も炊けましたので、いよいよお寿司の命、酢飯を作っていきたいと思いますよ。はい、炊けました。うまく炊けたかな。おー、いい、めちゃくちゃいいのに炊けてる。この感じ、ちょっと固めだよねっていうこの炊き具合ですね。完璧です。でこれ熱いうちに酢飯入れちゃいます。今日は赤酢を2合、白酢を1合で作っていきます。こっちが白、大体1合分ですね。こちらが赤とこちらが白ですね。ではやっていきますね。でこちら特級寿司酢赤酢の鴨しび仕立てと、こちらが特級寿司酢の米酢白菊仕立てとなっております。創業200年以上の歴史とノウハウを生かし、蜜柑赤酢の自信作鴨しび、そして蜜柑の米酢の最高峰白菊を贅沢に使用して、家庭でも本格的なシャリが簡単に作れるものとなっております。220年以上お酢に携わり続けた蜜柑さんが胸を張っておすすめできる品質であるということで、僕も味見して、これはね相当うまいですよ。ちょっと今から楽しみです。じゃあやっていきますね。1合に対して 30cc、 ものすごく簡単です。いつもの僕の分量と一緒ですね。では白菊ですね、 30cc。 このすし酢の調合も自分で作ろうと思うといろんな作り方があってね難しいんですけど、これはもう完璧ですね。めちゃくちゃうまいです。こちらの米酢白菊仕立ての特徴はですね、米由来のまろやかな酸味があり、一流と評されている寿司屋で愛されている米酢白菊をベースに北海道産真昆布だしを加えていると。で上品な酸味があるということでね、正直これ僕好みのドンピシャな寿司酢ですね。僕もよく寿司酢に昆布刺すんですけど、もうまさしくねそういう系統の美味しい酢飯でございます。はい、そんなこんなで混ざりました。混ざったらおひつに入れて保管しておきます。ちょっと完璧かも。で赤酢ですね、赤酢の方も 30cc です。あったかいご飯にさーっとかけて崩すように混ぜていくと。うわ、いい香りだな。こちらの赤酢鴨しび仕立ての特徴はですね、濃い色合いと甘くて華やかな香り、そしてしっかりとしたコク、
食べ続けたくなる奥深い旨味があることです。赤酢のシャリってお家だとなかなかハードルが高いじゃないですか。けどこれ1本で簡単に高級店の赤シャリができると、すっげえいいの作ってくれましたね、みつかんさん。まさしくこういうの欲しかったなっていうものを出してくれました。これ今回僕握りで使いますけど、赤酢で食べる手巻き寿司とかも最高に美味しいんで、ちょっとお祝いの日とかね、特別な日はこちらの特級寿司酢で酢飯作ってみるといいかもしれません。寿司はもうネタと一緒ぐらいこのシャリって大事なんでね、ぜひお試しあれ。2合だから60いかなきゃダメだったんで、もう30入れます。まあでも規定分量は1合に対して30ですけども、お好みで少し多く入れたり少なく入れたりしてもいいと思います。これ僕今日半切りでやってますけど、ご家庭のボウルとかでも全然いいので、お家にあるものでやってください。はい、でこれで赤シャリの完成。ではこちらのネタを切り付けていきます。まず切り付けの少ないもの、キスですね。キスはちょこっと切れ込みを当て入れます。これ塩締めして軽く湯引くとプルプル具合分かりますか？これがうまいんですよ。これキスの握りはこれです。ちょっと入れて、もちろんね鮮度が良くないとこれできないんですけど、本当にね美味しいのでぜひやってみてください。塩を打ってちょこっと湯引きで、これキスが完成で、ミル貝ですね。ミル貝はこっちを表に握っていきます。でミル貝も少し切れ込みを入れると軽くで、エビはこのままで OK で、ボタンエビの昆布締めは尻尾外しちゃいましょう。尻尾外してこれで握っていきます。次、マダイですね。マダイは縁側を外して切りつけていきます。まず一発捨て柵照らしてここで立てると、ちょっと分厚めに、こんなもんですね。少し飾り包丁縦に入れます。最高の白身。次、マグロいきましょう。中トロですね。中トロはこのままズボンと一つ捨て柵。これもね厚さが難しいところですけど、僕好みの厚さで切っていきます。少し分厚めに、これも少し縦に筋を入れます。マグロ中トロですね。でお次、赤身です。赤身の血合い消し、まずは成形します。はい、で切っていきます。赤身はこのままいきましょう。キンキ、マアジ、スミイカ、次、締め物ですね。締めサバ、薄皮を取ります。でここにこう包丁入れて、この中にシャリを入れるっていう、そういうやり方でいきましょうか。やったことねえけど挑戦してみよう。でシズですね。でこれも皮目に少し切れ目を。小肌ですね。小肌は真ん中で割って1貫に2枚漬けでいきましょうか。はい、切り付けが完了しました。そしたらわさびですね。わさびをすっていきます。役者は揃いました。じゃあ握っていきます。そしたら素手で握ってもいいんですけど、今日はねご家庭でも簡単に高級寿司をというコンセプトでやらせていただいておりますので、ネタはちょっとそうではないかもしれませんけど、寿司酢は簡単に高級店ができます。でも握り方ですよね。僕もめっちゃ苦労したんですけど、こう素手でいきなりやろうとするとなんかめっちゃくっつくんですよ。そこでこのねエンボス加工の手袋100均とかで売ってるやつ、これをつけるとマジで米がくっつかなくなる。これもチートです。
米が手にベタベタくっついて寿司握れないよっていう方はこれぜひやってみてください。そしたら今日は赤酢と白酢で使い分けていきたいと思いますよ。僕はね結構味のこってりしたもの、マグロだとか、あと脂の乗ったアジとかキンキとかそういったものは割とこの濃厚な赤シャリを好みます。でこの貝とかキスとかは、これもね日によるんですけど、これさっぱりしたものは米酢でいきたいなと思います。白菊で本ミルからいきます。ほら全くねこうくっつかないんですよ。すごないですか。そしたらこう持ちます。親指で挟んでこの状態です。この状態、置く位置は手の真ん中ら辺ですね。そしたらわさびを好きな方はつけて、で米を置きます。そしたら少しこうやって潰します。真ん中に穴を開けて空気を作ります。くるっと返します。そしたら脇を締めてこう反転させて、脇を締めてこうですね。はい、これで本ミル貝のお寿司。キスですね。同じようにどんどん握っていきますね。キスも白菊でいきましょう。シャリ玉を作って乗っけて、こうでもいいですね。はい、キスの握りですね。マダイですね。最高のマダイです。ネタによって酢飯の量も少し変えたりします。次は車エビいきましょうか。かわいいですね。車エビの握り。あとアジを白菊で握って、あとは赤酢でいきましょうか。ちょっと初めてやるサバやってみましょうか。間にわさびを入れて、ちょっと強めにわさびいきます。シャリをこの中入れて敷き詰めて、ここで一回握って反転させて、お、いいんじゃない？いいんじゃない？これ来てる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 。うまく入るかなと思ったんですけど、綺麗にぴったりはまった。収まった。すごい。これ来たら炙っちゃうよね。うわ、いい。これはうまいですね。絶対に美味しいやつです。しめ鯖つけてよかった。しめ鯖の炙り握りですね。自分の思い描いたものが成功した時ってこうも嬉しいかね。いや、お寿司って楽しいな。でお寿司ってこう難しいなってイメージあるじゃないですか。僕もそうでした。だから僕ずーっとお寿司ってちょっとね、動画始めて5年ぐらいは正直やってなかったんですよ。だいたい丼とか焼きとかお寿司じゃない調理法に逃げてきました。でもやっぱり挑戦してみて、意外とお寿司ってそんな難しいもんじゃないなと思いましたよ。楽しいものなんだなって。でこういうね、みつかんさんから出た今回の特級寿司酢みたいに本格的なシャリが簡単に作れる寿司酢があれば、例えばスーパーなどで売ってる海鮮でも簡単にね、お家で高級寿司みたいなのできちゃうんですよね。市場ばっかなんで、今度あれやりますわ。スーパーで買ってきたものでやるっていうのもやりましょう。次しずいきます。わさびとシャリを置いて反転で、脇締めるときに親指をここに入れて、これ以上上に酢飯行くなよっていうガード、ガード。そうすると綺麗に仕上がる。ここでもガード。親指をちょっとクッとやる癖をつけると、ほらこんなに綺麗に握れちゃうんですよ。ちょっとしたことなんですよ。小肌ですね。小肌迷いますね。赤シャリでいこうか白でいこうか。ここは好みですけど、今日は赤でいきます。こういって優しく握る。はい、小肌。これうまいネタ。キンキですね。キンキのお寿司ってなかなか珍しくないですか。めちゃくちゃうまいんですよ。あんまりね売ってないんですけどね。市場とか行くと売ってます。キンキ。スミイカですね。スミイカはあえてちょっと分厚く切ってます。スミイカの美味しさっていうのはやっぱりこのねっとりとした甘み、そしてこのサクサクとした歯ごたえですよね。サクサクとした歯ごたえを生かしたいので、あえてちょっと太めに切っております。スミイカ。ボタンエビいきます。ボタンエビは1本丸ごといきます。開かずにこのままで、シャリ少なめで。ボタンエビ。あとは中トロと赤身です。中トロは結構わさびで入れます。ビターとかで潰しちゃってもいいんですね。潰して反転させて、この状態で脇を挟んで酢飯をローリングさす感じですね。そうすると空気がまんべんなく入りますから、こうです。ここで形を整えていくってやり方もありますね。裏見るとこんな感じ。ここにね線があって、米を丸くした跡がありますよね。この中に空気がたくさん入ってますので、口に入れた瞬間に酢飯が
ほどけます。うまいです。中トロの握りですね。ずっとこの時間が続いてればいいのに、寿司握ってるとそう思います。終わってしまった。赤身のお寿司です。そう、忘れてた。ウニをね、僕買ったんすよ。このウニうまいですよ。これはね、こうしちゃう。器に米、そしてたっぷりのウニ、こうやっちゃう。ほじその花、しその風味をまとわせて、かぼすですね。かぼすもジューッと絞ります。で、お塩もさっと振りかけて、握り13貫とプチウニ丼の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、じゃあ食べていこう。素敵な握りができました。じゃあ煮切り醤油をぬりぬりぬり。そうだな、サバも醤油かな、マダイも醤油、本ミルも醤油だね。エビも醤油、アジも醤油、スジメも醤油でいきますか。ぬりぬりと。エビとイカとキスにお塩振って少しかぼすを絞ります。柑橘でいただきます。その前にしじみの濃いスープを作っておきました。しじみ、だしの地図、そして昆布だしですね。まずはこちらを飲んで整えます。いただきます。うまっ。しじみ汁最高。至福ですね。少し柑橘絞って、うわ、うまっ。よし、完璧口の中が寿司の口になりました。ではいただきます。どれからいこう。スミイカからいきます。サックサクスミイカ、こちらが鴨しびで握りましたスミイカの握り、いただきます。うまっ。うわ、奥深いな。シャリがうまっ。赤シャリ特有のこの濃厚で深みのあるコク、そしてこの甘みですよね。スミイカとよく合いますね。次、白菊いきたいですね。白菊で握った本ミル、いただきます。うまっ。これやばい。白菊もうまっ。ネタに負けてない。後味もキリッとした、結構ね切れ味が鋭いエッジの効いたシャリになってますね。うわ、後味すごくいいです。めちゃうまい。うわ、コートつけ方、これどっちもうまいぞ。ちょっと筋目いきますか。こちら白菊でつけたしめ鯖、ちょっと端っこ食べたけどめっちゃうまかった。いただきます。うまっ。大成功じゃない。鴨しびとすじめ合いますね。上物を白菊でつけて下を鴨しび、これいいかもしれません。じゃあ次、小肌いきましょうか。ミックスでつけた小肌、いただきます。これはうまい。相当うまい。やっぱり酢につけて1日2日寝かすと酢の角が取れて、この小肌本来の香りがダイレクトにバシンときますね。小肌めっちゃうまいわ。小肌の仕事ってすごく奥が深くて難しいんですけど、これで作ったら簡単にできちゃうわ。マジか、裏技じゃないの。キスいただきます。うますぎる。キスの握りの正解はこれかも。この皮目を残すことがいかに大事なことか。皮引いちゃうとちょっとメリハリがないんですけど、皮があって湯引くことによって皮のね、こうプルッとシャキッとした感じが残って、でキスの皮ってこんなに美味しいんだっていうのがね、すごく分かりますね。これはね、ぜひ皆さんやってみてほしい。もうキスのお寿司だけでも10貫ぐらい食べたいぐらい。なかなかあんな大きいキス釣れないんですけど、もしね大きいキスが釣れた際はぜひやってみてほしい。綺麗に持ち帰ってもらって、ちょっと塩打って一瞬お湯かけて水気しっかり切って握っちゃってください。白菊で。途中で飲むこのしじみがしみるわ。まだいきます。うまっ。ちょっと握りが強かったな。もう少しふんわり握った方が良かった。次、ウニはもうちょっと衝撃的な映像いきますよ。もう混ぜちゃいます。リゾットみたいにしちゃうんですよ。見た目悪いんですけどこれうまいんですよ。ここにのどぐろとかの焼いたやつを乗っけて、それも一緒にぐちゃぐちゃって混ぜて食べるともうぶっ飛びます。フグの白子とかでもいいですね。いただきます。はい、ますみます。僕明日死ぬんだったらこれ食べたいです。これはうまいわ。ウニがうまいな。ほんでうまい。合うね。ウニリゾット後のしじみしみるわ。
今日はスタッフの方もいますので、僕は最後の一貫にしようっと。まあどれも美味しそうなんだけどな。マグロ中トロいきます。いただきます。うわうまい。マグロこれ赤シャリと合うね。やっぱマグロは赤シャリがうまいな。究極の美味ですね。このフレッシュな夏のマグロの脂もいいですよね。ちょっとこう脂に酸味があるんですよ。それがまたねうまいんだ、この時期のマグロは。今日はお飲み物こちらでやっていきたいと思います。でん茶色いやつ。今日は休館日につき麦茶でやらせていただきます。そんな日があってもいいよね。ソフドリの中で一番好き麦茶。いただきます。うめえ。こりゃ良い午後になるな。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は市場で買ってきて僕の好きなネタばっかりを寿司にして食べてみましたけども、いやーいいね。こううまいお寿司を食べてる時はしみじみ日本に生まれてよかったなって思いますよね。今世界の人口が80億人でしょ。で日本の人口が1億人ってことだから80分の 1？ よう引いたな。引けたーって思います毎回。それちょっと大げさですけども。そしてですね、今回ご紹介しましたこちら特級寿司酢、こちら赤酢の鴨しび仕立てとこちらの米酢の白菊仕立てがあったら簡単に美味しいシャリができました。びっくりしました。これほんと一回ね使ってみてほしい。ビビりますよ。近道しちゃったなっていう感じですね。赤酢って特に味の調整が難しいんですよ。僕も撮影でうまいんですけど、なんかまだこれじゃない、完成しきってない。やっぱ自分で作るとやっぱムラもありますから、それを一気に解決してくれる商品ですね。すごく簡単にご家庭でも本格寿司が作れますね。こう週末とか人が多くてお出かけできない時とか、ご自宅でお寿司パーティーとかもできちゃうんですよ。僕よくやってます。一回やったらね、あれ楽しくて何回もやりたくなるんですよね。なので仕込みがちょっと大変ですけど、僕の場合は今から寿司を少し覚えようかなって思ってる方、ぜひこの特級寿司酢、こちらから入ってもらったらもう間違いないんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんもやってみてくださいね。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。